どうも、ベトナム在住のウキツです。クランク、ジェネレーターのカバーね、溶接修理してもらってきたんで、これの作業をしたいと思います。治ってきたんでね、これですね。こんな感じでね、溶接、これは溶接なのかな、どうなのかよくわかんないんですけど、直してもらいました。このね、ハンダのまま乗ってもらうのも面白かったんですけど、まあちょっとこれをきれいにしていきましょう。ちなみにね、溶接をしたんで、塗装はね、もう全部焼けてしまったんで、これをね、磨きたいと思うんですよ。それと、下にね、クラックがあったんですけど、ここに関してはね、肉厚が薄くって、溶接すると穴が開いたり歪んだりするかもしれないからってことで、我は下だけ溶接してあるんですけどね、この上の方は直してないです。これね、剥離剤で塗装を剥いでいきます。この劣化した剥離剤、やっとね、そろそろなくなりそうですね。これ塗装ね、随分浮いてきました。これでいけるんじゃないのかな。細かいところ残ってそうですけど、もう剥離剤もないし、あとはこすってね、頑張って取っていきます。ちょっと一旦ね、水洗いしていきます。これね、洗って板に固定して、でこんなやつでね、削っていきます。削るというか削るんだろうな。私これ日本で見たことなかったんですけども、ダイソーでナイロンディスクって名前で多分売ってるやつがこれに近いんだと思います。こいつはね、研磨剤も何もなしでそのまんま金属を磨けるんで、やっていきます。こんな感じでね、綺麗にできるんで、あとはね、地道にやっていきます。もっと細かいところも取っていきたいんだけどね、機械はちょっと力強くって怖いんで、あとはちょっとサンドペーパーでね、地道に頑張ります。これね、まあ今でもそこそこ綺麗ですけど、細かいところダメなんでね、サンドペーパーで磨くんですが、サンドペーパー使う前に最初にこれですね、スチールたわしでね、一回全体を磨いてみます。これね、カメラ止めてしばらく磨いてました。しばらくつっても5分10分かな。まだ細かい塗装とかね、残ってるんだけども、もうサンドペーパーでね、磨いていっちゃいます。ちなみに今回ね、これ塗装はしないんで、磨きだけで車体につけるんだけど、どこまで綺麗にするかですよね。磨き系 YouTuber さんたちみたいなことはできないんで、まず600番のサンドペーパーで磨いていきます。これもちょっとカメラ止めてね、頑張って磨いておきます。600番で磨いてね、こんな感じで、溶接のね、凸凹とかあるし、部分的に塗料も残ってるんだけどもね、この上からもう1000番で磨いちゃいます。
これ旋盤で磨いてね、こんな感じで下側はね残ってるところもあるんですが、もう見えないところはねそのまんまいっちゃいます。でサンドペーパー1500番も持ってるんでね、一応これでも軽くこすっておきます。これももう動画はいっか、止めちゃおう。1500番で磨いてね、こんな感じになりました。最後はねこいつですね、メタルポリッシュ、これで磨いてね仕上げていきます。ちょっとここだけ重点的にやるけどね、粗くやっててもちょっと磨きゃこんな感じで綺麗になるんですよ。重点的にね見える上側をきれいにしていきます。メタルポリッシュもねやったんで、最後拭き上げて終わりにします。いい感じじゃない？こんな感じでしょう。ちょっと車体につけてもうちょい磨こうかな。じゃあ取り付け。いや、このねハンダのカバーも捨てがたいんですが、こっちにね変えていきます。よいしょ、出来上がりですね。これでね今回作業終わりです。持ち主さんはね、いつだ、明日、明後日、しあさってに帰ってくるんでね、レッグシールドは帰ってくる日に取り付けて本人に渡します。まあいい感じでね光りましたよね。これ以上綺麗にしたい場合はね、あとは持ち主さんに頑張ってもらいます。なんでこの整備はねこれで終わりですね。それではまた。